皆さんこんにちは、なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは創価学会の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じでね、気楽に聞いていただけると嬉しいです。今回は創価の雰囲気に飲まれた無知の主婦が信濃町を訪れた地方の交流会に参加したというテーマです。東京の信濃町を訪れたことと交流会か何かである地方の会館にいた体験をお話しします。これもね、10年、20年近く前のことなので、ちょっと記憶をね、たどりながらお話ししますが、これらの体験は印象に残っていますね。まず、信濃町です。この動画をご覧になっている方ならご存知だと思います。東京の信濃町には創価学会の総本部があります。はい、新宿区ですね。創価学会の人なら一度は行ったことがある、いやないのかな？行きたいと思っている場所だと思います。信濃町は学会の町とも言われていますよね。結婚して間もない頃だったと思うんですが、夫から東京に旅行に行く話が出て、普通に観光ですね。で、どこに行ったのかはあんまり覚えていないんですが、夫が信濃町に行きたいって言うんですよ。私は当時、信濃町が学会の町だなんて知らないですから、実際ね、訪れてびっくりしました。もちろんね、学会本部に行くことは聞いていました。覚えていることが、なんというのか、町が閑散としているっていうか、大きい建物ばかりで人があんまり歩いていない。で、お店はあるんですが、3色旗が掲げられているお店ばかり。本屋さんの店先には学会関係の本が山積み、平積み。で、あるカフェに入ったら、周りから聞こえてくる会話が介護の話ばかり。会話からね、介護の話だと私もわかるようになっていて、それで夫に、ちょっと何これみたいに聞いたら、介護の話ばかりしているねとか言ってくるんですよ。そうじゃなくて、何この街怖いって言ったんですね。そうしたら、本部があるからねと言っていました。それで本部に行って何をしたのかはね、覚えていないんですよ。私としたらなんていうか社会科見学みたいな、みたいな感じで見学した感じでした。とりあえず人はたくさんいたなっていうことは覚えています。夫はね、もちろん感激していました。次にですね、交流会か何の名目かわからないのですが、他県のね、会館に行くっていうイベントみたいなのがあったんです。で、夫が行くって言うから私ね、ついて行ったんですよ。旅行行くって言うからね、一泊旅行のついでみたいな感じだったんです。でも夫はこのイベントがメインでした。会館の最寄り駅付近から会館まで学会の警備の人が道案内をしてくれていました。創価班の方ですよね。会館に近づくにつれて私はなんか嫌な感じがしてくるんですよ。駅とかね、他のところで待っていればいいのに、なんでか会館まで一緒に行ったんです。会館では何をやったのかっていうと、誰かのスピーチを聞いたりしたような気がしますが、もちろんね、人はめちゃくちゃいました。覚えていることは、学会の歌を歌い出したんです。ご存知だと思いますが、歌ってね、皆さん全力で歌うじゃないですか。で、全力で歌っている大勢の中に何も知らない私がいるんですよ。怖くてね、もう周りが見えなくてうつむいていました。学会の歌って怖くないですかね？あればっかりはね、どうしても無理です。で、周りの人はこの人どうしたんだみたいに見てくるし、隣にいる夫も全力で歌っているし、もう無理だと思って逃げました。夫に何も言わず会館を飛び出しました。もしかしたら追いかけてくるかなと思いつつ、初めて来た道をなんとなくの感覚で駅まで戻りました。しばらくしてね、夫から携帯に連絡が来るんですよ。当時はガラケーですね。電話やメールが来ても、それも無視ですよ。私は怖かったですから。というかね、そのイベントが終わってから連絡してきたんですよ。それもあって一人で駅のホームで座ってイライラしていたんです。そのうちね、夫が駅のホームまで来たから、いろいろ言ってやろうと思っていたんですが、来たのはね、夫だけじゃなかったんです。
夫より上の役職の方と思われる方が一緒に来たんです。ああ、やられたと思いました。他の人がいたら何も言えないじゃないですか。私は悔しいと思って、への字口で黙っていました。その方はね、怖かったよねとか言ってくれたような気がします。当時の私はね、何も言えないわけですよ。その方とは別れて、夫と二人になって、ずっと黙っているわけにはいかないのでね、ぽつりぽつり話し出したと思います。覚えていることは、夫は悪いと思っていなくて、せっかく準備してくれたのにって、学会員さんの肩を持ったんです。それでね、喧嘩になりました。駅だったしね、周りの目もあるので大きい声は出せませんが、どうやって収まったのか覚えていないです。電車の時間があったのでね、それ以降話題にしなかったような気がします。はい、最後にですね、前回の動画で座談会の話、そして今回の遠征で、私はこのように草加の人と関わりましたけど、今は全く関わっていませんし、子供たちもね、大きくなったので、夫が学会活動をしていてもそれほど影響はないですね。だから草加のことも否定せずに一つの体験談として話しています。組織のね、外と内を知ったので客観的に話せるっていうか、よく行くお店の方が学会員さんということは時々あるのですが、だからってね、嫌だとは思いませんしね。そうかっていうフィルターをかけずにその人と接すればいいだけのことです。はい、今回は草加の雰囲気に飲まれた無知の主婦が信濃町を訪れた地方の交流会に参加したというテーマでお話ししました。私が YouTube で発信をしようと思ったきっかけの一つでもあるんですが、草加に関わってね、壮絶な体験をしたり、草加のことをバカにするような動画も結構ありますよね。それはその体験をした人が見た景色ってだけで、正しいとか正しくないとかではないと思うんです。サンプル数1の話、その人の体験談ってだけだから、私が話していることもそうですよね。私の体験ってだけなので。何でも言えることですが、ある出来事の一部、側面だけを見て、それだけを信用すると、危ないのではないかと思います。いろんな人がいるんですよ。人の数だけ考え方があって、それの良し悪しではないし、優劣でもないし、違いってだけなんですよ。はい、今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。